この物語の最後の章が今始まろうとしていた。朝の光が窓から静かに差し込んでいた。2026年の春、東京のある介護施設で始まった一つの静かな物語だ。窓から差し込む朝の光が白いカーテンをそっと揺らしていた。廊下の奥からかすかなメロディーが聞こえてくる。低く穏やかな老いた男の歌声だ。82歳の健一さんは今日も洗面台の前に立っている。鏡の中の自分が誰なのかもうわからない。昨日食べたものも昨夜見た夢もすべて霧の中に消えていく。アルツハイマーと診断されて3年が経った。35年間共に生きてきた妻の名前がもう出てこない。妻が手を握ってもその顔を見つめても瞳の奥に光が灯らない日が続いていた。しかしその朝、妻の澄子さんが廊下で足を止めた。洗面台の向こうからあの歌が流れてきたのだ。50年前、二人が初めて出会ったあの夜、健一さんが彼女の前で照れながら口ずさんだあの懐かしいメロディー。澄子さんはドアの前で動けなくなった。胸が締め付けられる。涙が頬を伝う前に歌声がすっと止まった。健一さんがゆっくりと振り向いた。その時、澄子さんは気づいた。夫の目が違う。いつもとは違う。確かな光がそこにあった。すべての記憶が消えても、ただ一つ、この歌だけは消えていなかった。この瞬間がなぜ起きたのか、この歌が何を意味するのか、そして健一さんと澄子さんが歩んできた35年とはどんな時間だったのか。次は、この二人の物語の始まりからご紹介しよう。2026年、東京のある静かな住宅街に、一軒の老人ホームがある。窓から見える中庭には、小さな桜の木が植えられていた。その施設で、一人の老人が毎朝、同じ時間に目を覚ます。名前は、田中健一、82歳。白髪が額にかかり、少し丸くなった背中。歩く速さは若い頃の半分にも満たない。けれど、その穏やかな顔には、かつて懸命に生きてきた人間の静けさが漂っていた。健一さんが生まれたのは、1944年。戦後の混乱が落ち着き始めた昭和の時代に、少年期を過ごした。父は職人で、母は家庭を守る人だった。贅沢はなかったが、音楽だけは家の中に溢れていた。父がよく口ずさんでいたのだ。その影響を受けて、健一さんも幼い頃から歌うことが自然と好きになった。学校を卒業した後、健一さんは東京の小さな製造会社に就職した。仕事は地味で、給料も多くはなかった。それでも真面目に、ひたむきに働いた。毎日同じ電車に乗り、同じ道を歩いた。華やかではないが、自分の足で立って生きているという感覚が、彼には誇りだった。そんな健一さんが、大きな選択をしたのは20代のことだった。ある夜、友人に誘われて出かけた小さな集まり。そこに、彼女はいた。名前は澄子。静かに微笑んでいる女性だった。健一さんは、その夜のことを、長い間忘れなかった。二人はやがて言葉を交わすようになり、手紙を書き、休日に会うようになった。ゆっくりと、しかし確かに、距離が縮まっていった。健一さんは、人生で初めて、誰かのために頑張りたいと思った。やがて結婚し、子供が生まれ、家を持ち、35年という歳月が積み重なった。喜びも、摩擦も、疲れも、すべてを共有してきた二人だった。しかしある日、健一さんは診断を受けた。アルツハイマー型認知症。少しずつ、記憶が薄れていった。娘の名前、家の場所、そして、最も近くにいたはずの人の顔。それでも、消えなかったものがある。次は、二人が初めて出会ったあの夜の話から始めよう。1976年の秋だった。東京の小さなジャズバーに、健一は友人に引っ張られて足を運んだ。本当は気が進まなかった。仕事で疲れていたし、騒がしい場所が好きではなかった。それでも、友人の強引な誘いに負けて、しぶしぶ扉を開けた。店内は薄暗く、タバコの煙が緩やかに漂っていた。カウンターには数人の客がいた。ステージには誰もいなかった。その時、奥のテーブルに座る一人の女性が目に入った。彼女は本を読んでいた。騒がしい店の中で、まるで自分だけの静けさを持っているように、
健一はその横顔から目が離せなかった。それが、浩二との最初の出会いだった。勇気を出して声をかけたのは、1時間後のことだった。健一にしては、珍しいことだった。普段は口下手で、知らない人に話しかけることなど、まずなかった。それでも、何かが彼を動かした。今でも、うまく言葉にはできない。浩二は驚いた様子で顔を上げた。そして、小さく笑った。その笑顔が、健一の胸に刺さった。話をしているうちに、夜は更けていった。音楽が流れた。誰かがピアノを弾き始めた。健一は気づけば、その曲を口ずさんでいた。緊張をほぐすために、無意識に出てきた歌だった。浩二が言った。素敵な歌ですね。と、健一は照れて、少し笑った。それだけだった。でも、その瞬間が、二人の時間の始まりだった。それから二人は何度も会った。同じバーで、同じテーブルで、話すたびに、知らなかった相手の深さが見えてきた。浩二は穏やかで、しかし芯の強い人だった。健一は、そんな彼女に惹かれていった。恋というより、引力だった。気づいた時には、離れられなくなっていた。二人が最初の困難を経験したのは、付き合い始めて半年が過ぎた頃だった。健一の仕事が急に忙しくなり、連絡が途絶えた時期があった。浩二は何も言わなかった。ただ、待っていた。健一がようやく連絡を入れた時、浩二はこう言った。待つのは怖くなかった。あなたが戻ってくると、分かっていたから。と、その言葉が、健一の人生を変えた。この人と生きていこう。そう決めた夜だった。やがて二人は、それぞれの家族への挨拶を済ませた。反対もあった。時間もかかった。それでも二人は、前へ進んだ。一つ一つ、丁寧に。次は、その二人がいよいよ大きな転換点を迎えた話をしよう。結婚式は、小さなものだった。豪華な会場でも、大勢の来客でもなかった。それでもそこには、確かなぬくもりがあった。浩二は白いワンピースを着て、健一の隣に立った。健一は緊張で手が震えていたという。指輪、うまくはめられなくてね。と、後に浩二はよく笑いながら話した。3回もやり直したのよ。と、そんな二人の新生活は、決して楽ではなかった。IMG。古びた団地の一室。窓から朝の光が差し込んでいる。小さなテーブルに朝食が2人分並んでいる。健一は工場に勤めながら夜間の学校に通っていた。浩二はカートを掛け持ちしながら、家のことを一手に引き受けた。貯金はなかなか増えなかった。余裕のある月など、ほとんどなかった。それでも2人は、不思議と笑っていた。疲れて帰ってきた健一に、浩二はいつも温かい味噌汁を出した。言葉が少ない夜も、その一杯があるだけで、健一はまた明日を生きられた。浩二にとっても、健一の存在は支えだった。どんなに疲れていても、玄関の音がすると気持ちが和らいだという。帰ってくる人がいる。待っている人がいる。それだけで、一日の疲れがすっと消えていった。やがて子供が生まれた。IMG。病院の廊下。健一が生まれたばかりの赤ちゃんを胸に抱き、目を潤ませている。健一は分娩室の外で、ずっと壁に寄りかかって待ち続けた。知らせを受けて病室に入った時、浩二の腕の中に小さな命があった。健一は何も言えなかった。ただ、涙が出た。こんなに小さな手が、自分たちのところへ来てくれた。子育ては、さらに忙しくなった。喧嘩もした。すれ違いもあった。思い通りにならない日々が続いた。でもその度に、二人はまた歩み寄った。どちらかが折れるのではなかった。一緒に、同じ方向を向き直すのだった。健一は後にこう語っていたという。浩二がいなければ、今の自分はなかった。と、浩二はそれを聞いて、いつも首を振った。あなたがいたから、私もここにいられた。と、どちらかが支えたのではない。二人で、支え合っていたのだ。IMG。夕暮れの縁側、肩を寄せ合う夫婦の後ろ姿、遠くに沈む夕日。そうして積み重ねた時間が35年になった。苦しいことも、悲しいことも、全部ひっくるめて、それが二人の歳月だった。そしてその歳月の中に、ずっと変わらず流れていたものがあった。それが、あの日の夜に健一が歌ったメロディーだった。次は、その二人に訪れた、
穏やかで深い幸せの時間を話そう。35年という時間は長い。だが、その長さの中にこそ本当の幸せが宿るのだと、健一と美智子は知っていた。子供たちが巣立ち、二人きりの食卓に戻った時、美智子はふと言った。なんだか、また最初に戻ったみたいね。健一は照れくさそうに笑って、黙って湯飲みを口に運んだ。それだけで、伝わった。言葉にしなくても、伝わるようになっていた。それが、35年の答えだった。休日の朝、健一は必ず先に起きた。美智子のために、味噌汁を作る。具は変わらず、豆腐と油揚げ、美智子の好みを、体が覚えていた。台所に立ちながら、健一は小さく口ずさむことがあった。あの夜のメロディーを、美智子がそれに気づいて、布団の中で目を細める。また歌ってる。と思いながら、その声が聞こえるだけで、朝が始まった。二人で出かけることも、増えた。近所の公園を歩く。桜の季節には、ベンチに並んで座る。特別なことは何もない。ただ、隣にいる。それだけのことが、あの頃よりも深く、胸に染みた。美智子はよく言っていた。若い時より、今の方が幸せかもしれない。と、健一は、そんなものか、と答えたが、心の中では同じことを思っていた。若い頃の幸せは、キラキラしていた。だが、この年になってからの幸せは、静かだった。静かで、重くて、揺るがなかった。積み重ねた日々が、そのまま土台になっていた。そんな穏やかな日々が、いつまでも続くと思っていた。だが、幸せな時間というのは、往々にして、予告なく終わる。最初の異変は、小さかった。健一が、鍵をどこに置いたか忘れる。同じ話を、二度繰り返す。美智子は最初、年のせいね、と笑っていた。だが、その笑いが少しずつ、硬くなっていった。ある朝のことだった。健一が台所に来た。美智子が、おはよう、と声をかけた。健一は、少しの間、美智子の顔を見た。そして言った。あなたは、どなたですかと、美智子の手から、湯飲みが落ちそうになった。落ちなかった。かろうじて、落ちなかった。だがその瞬間に、何かが崩れた。音もなく、静かに、崩れた。それでも美智子は、倒れなかった。なぜなら、まだあの歌が、残っていたから。美智子には、支えてくれる人がいた。娘の由美子だった。由美子は、週に3度、施設に通った。仕事を終えた夜でも、疲れた顔を見せなかった。父の手を握り、ただそこにいた。美智子が崩れそうになるたびに、由美子が横に立った。お母さん、一人じゃないよ。と、静かに言った。言葉は短かった。だが、その短さが、美智子の胸に深く刺さった。あの朝のことが、まだ消えなかった。健一が、どなたですかと言った。あの蝶が、美智子は、何度もその言葉を思い返した。夜中に目が覚めるたびに、思い返した。35年間、共に生きた。喧嘩もした。泣いたこともあった。それでも、離れなかった。その35年が、今、健一の記憶の中にない。美智子はそれを、どう受け止めればよかったのか、わからなかった。ある日、美智子は由美子にこう言った。もう、会いに行くのが怖い。と、由美子は黙って聞いた。行くたびに、知らない人の目で見られる。毎回、初めて出会う人みたいに、それが、もう、辛くて、美智子の声が、震えた。お父さんはいなくなったんじゃないかって、思う時がある。由美子は、しばらく何も言わなかった。そして、静かに口を開いた。でも、あの歌は消えていないでしょう。美智子は、息を止めた。お父さんはね、毎朝歌ってる。お母さんのために歌ってるのかどうか、わからない。でも、あの歌だけは、消えていない。美智子の目に、涙が溜まった。こぼれなかった。ただ、滲んだ。由美子の言葉は正しかった。健一は、まだあの歌を歌っていた。記憶が崩れても、言葉が消えても、あの歌だけは残っていた。美智子は、もう一度だけ、立とうとした。倒れそうになりながら、それでも立とうとした。支えてくれる人がいたから、そして、あの歌がまだそこにあったから。だが、美智子はまだ知らなかった。これから先、
健一にある小さな変化が訪れることを。その変化は、ある朝突然に訪れた2026年5月のことだった。東京の空は薄い雲に覆われていた。健一の部屋に朝の光が柔らかく差し込んでいた。みちこはいつものように面会の時間より少し早く施設に着いた。廊下を歩きながら心の中で覚悟を決めていた。今日も顔を見てもらえないかもしれない。今日も名前を呼んでもらえないかもしれない。それでも来ることをやめられなかった。健一の部屋の扉を静かに開けた。いつもなら健一は窓の外をぼんやりと眺めているはずだった。しかしその日、健一は違った。ベッドの端に腰を下ろして何かを探すように自分の両手をじっと見つめていた。みちこは足を止めた。息を吸おうとさえ立てたくなかった。健一の唇が少しだけ動いた。声にはならなかった。それでもその動きをみちこは知っていた。あの歌だと思った。50年前初めて出会った夜に健一が歌ってくれたあの歌だった。健一はしばらくそうしていた。声も出さず、ただ唇だけを動かしながら、やがて健一がゆっくりと顔を上げた。みちこと目が合った。何も言わなかった。健一は何も言わなかった。しかしその目が違った。いつもの遠くを見るようなぼんやりとした目ではなかった。何かを確かめようとするような目だった。みちこの胸が震えた。健一の口がまた動いた。今度は声が出た。かすれていた。小さかった。それでも確かに音になっていた。あの歌の最初の一節だった。みちこは泣かなかった。泣いてはいけないと思った。この瞬間をちゃんと受け取りたかった。健一の歌声は続かなかった。すぐに途切れた。しかしそれで十分だった。歌が途切れた後、健一はもう一度みちこを見た。その目の奥に何かがあった。言葉にはならない何かが。記憶の破片が。みちこはそっと椅子を引き寄せて健一の隣に座った。何も言わなかった。ただそこにいた健一の手がみちこの手に触れた。意識してのことかそうでないのかはわからなかった。ただその手は温かかった。みちこはそのぬくもりを両手でそっと包んだ。窓の外で風が木の葉を揺らしていた。あの歌がまだここにある。健一の中にまだ残っている。それだけでみちこには十分だった。しかしこの小さな変化はみちこがまだ想像もしていないある出来事の始まりに過ぎなかった。その朝も健一は早く目を覚ました。まだ夜明け前の静かな時間だった。施設の廊下には誰の足音もなかった。健一はゆっくりと上体を起こしベッドの端に腰を下ろした。その動作はいつもと変わらなかった。しかしその朝は何かが違った。健一の視線が窓の外へと向いた。東の空がかすかに白み始めていた。そして唇が動いた。声は小さかった。か細く震えるような声だった。しかしそれは確かにあの歌だった。みちこが廊下を歩いてきたのはその時だった。今日は少し早めに来ようと思っていた。理由は自分でもわからなかった。ただ何かに呼ばれるような気がして足を運んでいた。扉の前に立った瞬間、みちこの体が止まった。聞こえてきた。あの歌が聞こえてきた。みちこの手が扉の取っ手に触れたまま動かなかった。胸の奥が震えた。50年前の夜が一瞬で蘇った。あの小さな公民館のステージ。緊張で声を震わせながらそれでも懸命に歌っていた若い健一の姿。みちこはそっと扉を押した。健一は気づいていなかった。窓の外を見たまま歌い続けていた。みちこは足音を立てないようにそっと近づいた。一歩また一歩。健一の隣に座った。歌声が途切れた。健一がゆっくりとみちこの方を向いた。その目がみちこを見た。ただ見るのではなかった。何かを捉えようとしていた。長い沈黙が流れた。みちこは何も言わなかった。ただ健一の目を見つめ続けた。そして健一の唇がまたゆっくりと動いた。みちこ。たった一言だった。しかしみちこにはその一言が35年分の時間を超えて届いた。目から涙が溢れた。
声を出すことができなかった。健一の手が、もう一度、みちこの手に触れた。今度は、迷いがなかった。しっかりと、握られた。その手のぬくもりが、みちこの全身に広がった。窓の外で、朝の光が静かに差し込んできた。あの歌が、二人の間に、静かに漂っていた。消えることなく、ずっとここにあり続けた。その歌が、この瞬間は、二人だけのものだった。それから、二人の時間は、少しだけ変わった。劇的な変化ではなかった。健一の記憶が戻ったわけでも、病が治ったわけでもなかった。それでも、何かが、確かに変わっていた。みちこは毎朝、少し早く目を覚ますようになった。健一が洗練所に向かう音を、静かに待つために、蛇口の水音が止まると、やがて、あの旋律が聞こえてくる。か細く、しかし迷いなく、50年前と、同じ声で、みちこはそれを、廊下の手前で立ち止まって聞く。ドアを開けることなく、ただそこに立って、目を閉じる。涙が出ることもある。出ない日もある。ただ、その音が聞こえているだけで、今日という日が始まれる。それだけで、十分だと思うようになった。施設のスタッフも、少しずつ気づいていた。健一が、その歌を口ずさんでいる時間だけは、どこか穏やかな顔をしている。眉間のシワが、柔らかくほどける。握りしめていた拳が、開く。言葉を失っても、音楽だけが残る。そういうことが、あるのだと、若い介護士がみちこに話してくれた。みちこは、うなずきながら、こう答えた。あの人はずっと、音楽が好きでした。言葉より先に、歌が出てくる人でした。だから、最後に残ったのが歌だったとしても、あの人らしいと思います。その言葉を聞いた介護士は、目を赤くした。二人の娘が、ある週末に施設を訪ねてきた。健一は娘たちの顔も、もう定かには認識できない。それでも、娘の一人が、お父さん、と呼んだ瞬間、健一は少し首を傾けた。何かを、探すように、そして小さく、あの歌の一口を、歌った。娘は泣いた。みちこは泣かなかった。ただ、健一の肩に手を置いた。その背中が、以前より少し小さくなっていた。それでも、暖かかった。みちこはこの頃、一つのことを決めた。健一がその歌を歌える間は、自分もここにいる。歌が聞こえる朝は、二人の朝だ。記憶がなくても、名前を呼べなくても、手を握れば伝わるものがある。50年かけて積み上げてきたものは、記憶の形をしていない。もっと深いところに、刻まれている。言葉にならない場所に、ずっとあり続けている。それが、愛というものかもしれないと、みちこは窓の外を見ながら思った。朝の光の中で、健一はまた歌っていた。静かに、確かに、この物語の最後の章が、今始まろうとしていた。朝の光が、窓から静かに差し込んでいた。健一は、今日も歌っていた。名前は呼べない。顔も、もうわからない。でも、あの夜の歌だけは、どこかに残っていた。記憶というのは、不思議なものだとみちこは思う。消えていくものがある。言葉が消える。顔が消える。積み重ねてきた日々の断片が、一つずつ、静かに遠ざかっていく。それなのに、消えないものがある。50年前、初めて出会ったあの夜に、彼が口ずさんだメロディー、それだけが、今もそこにあり続けている。みちこはそっと、夫の手を取った。健一は歌いながら、少しだけ目を細めた。言葉はなかった。名前も呼ばれなかった。でも、その一瞬だけ、確かに何かが通じた気がした。それで、十分だった。愛というものは、記憶の中にあるのではないかもしれない。もっと深い場所、言葉よりも前の場所に、刻まれているのかもしれない。どれだけ時間が過ぎても、どれだけ忘れても、消えない何かが、人の中には宿っている。今日、この話を見てくださったあなたへ、大切な人の顔を、思い浮かべてほしい。その人の声を、その人の笑い方を、その人と過ごした、何でもない朝のことを、記憶はいつか薄れるかもしれない。でも、あなたの中に刻まれたものは、消えない。それは形を変えて、ずっとそこにある。2026年の東京の小さな介護施設の窓辺で、健一はまだ歌っていた。みちこは目を閉じて、
その声を聞いていた。何も言わなくていい。ただ、そばにいる。それが、55年かけて2人がたどり着いた愛の形だった。最後まで見てくださって、ありがとうございました。